つい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 っと、ちょっと妙な迫力がありますが。はい、というわけでマシニングを変えば何でもできるのかというと何でもできないということでですね、マシニングにもですね、一つ一つ制約があると。例えば使うツールの制約、はい、長さであったりとか、直径であったりとか、重さであったりとか、回転数であったりとか、制約があるわけですね。今回はツールの制約を一つ突破するアイテムを万葉ツールさんにオーダーで作成いただきました。ありがとうございます。ホルダーをオーダーするのはケロは初めての経験ということで、なかなかね、楽しいですね。はい。いい機会をいただきましたということで、非常にわがままを言ってですね、いろいろ詰め込んでもらいましたが、今回それでも効果が非常に大きくなるんじゃないのかなということで、どういった制約を打破したのか、まず説明していきたいと思います。はい、こちら。ATC のユニットとなっております。はい、こちらの ATC は21本の工具を収納することが可能です。この機械でね、使えるツールの最大サイズ、重量等々が載っております。はい。D2 となっているところが工具の最大外径となっております。この D2 が110パイ、110ミリっていうのが私のスピーディオに乗せれる最大工具外径となっております。そして注目しておきたいのがこちら。3キロ以内に工具を収めておく必要がありますよという風になっております。今回はこの110パイという限界を超えていきたいと思います。110パイっていうのはね、メーカーが推奨する寸法なんですが、ギリギリですね、はい、こちら私手持ちであります。これはタンガロイさんのアルミ用のフェイスミルなんですが、こちらはですね、3キロいっておりません。加えて125パイなんですが、ギリギリ搭載できます。はい。どういう点でギリギリなのか、この125パイのタンガルさんのフェイスミルで見ていきたいと思います。はい、こちら。フェイスミルの隣の工具を今、主軸に取り付けました。で、こちらをね、ちょっと下げていきたいと思います。工具交換しました主軸のかなり近いところまで工具が接近しているというのがわかります。はい、というようなことでですね、実際物理的に直径が大きくなってくると主軸に干渉したりとか、あるいは隣接工具に干渉したりとかっていう危険性が出てくるということで、メーカーの最大推奨寸法は110パイなんですが、ギリギリ125パイなら突き出しの兼ね合いも含めて搭載できると自己責任ですが、自己責任ですよ。真似するときはちゃんと干渉を見てくださいね。はい。今回はその125パイのフェイスミルよりもさらに大きい200パイでチャレンジしてみたいと思います。はい。どうやってやんねんみたいなね。ここで干渉しているところを見たことによってですね、勘のいい方はもう気づかれているかもしれませんが、見ていきたいと思います。はい、こちら作っていただきました。万葉ツールさん作ケロのわがままフェイスミルということで、どこが200パイやねんみたいなところだと思うんですが、これはこうなっていると。はい。2枚刃仕様のフェイスミルとなっております。だいたい設計のコンセプト分かりましたよね。ここなければいけるんじゃねってことですよね。こことここがなければもっと干渉せずに直径を大きくできるんじゃねと、そういうことでございます。はい、というわけでね、こちら、はい、搭載していきたいと思います。非常にこの角度からなら溶け込んでいる感じがね、しますね。こちらから見ると、ちょっと異質な感じはしますけれども、ここが多少近いかなとは思いますが、別に干渉はしていないと。はい、いかがでしょうか。先ほどとは打って変わってクリアランスに余裕があるというのが見て取れると思います。はい、というわけでご覧の通り主軸に搭載されました。つい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 っとこれはなかなかインパクトあるでしょう。ここからこう、はい。でここでねちょっと気になる点としてはですね、ここら辺の隣接工具と非常に近いということで、搭載した時には隣接工具との組み合わせ、相性を気にする必要がありますね。
ここにね、例えばここに先ほどの 125π のペースミルがあったとしたら、確実に当たるであろうと。はい。そこら辺はね、実際に確認する必要があるかなと思います。突き出しの長い 40π のカッターでも一応当たらないと。この感じだと 50π でも当たらないのかなと思いますが、結構怪しくなってきたなという感じですね。はい、こちらに 125π のすり割りカッターが入っております。さすがに 125π のすり割りカッターともなると、当たらん。今この瞬間は当たってないけど、当たりますね。これを回転させながら下げると、確実に当たるということで、100π、125π はかなり危ないなという感じですね。はい。実際にですね、3D プリンターでモックを作って ATC に取り付けて回転させておりますので、 ATC に搭載した状態でどこか干渉するかどうかっていうのは事前に確認済みですが、こちらでも見ていきたいと思います。はい、一周しておりますが、どっかカバーに当たったりとかっていうのは 200π のペースミルですがありません。大丈夫です。詳しく見ていきたいなと思うんですが、加工する前に、はい、ご覧の通り、万葉ツールさんとなんとか重工のロゴを入れていただきました。MNC200 ということで、おそらく万葉ツールさんの M、なんとか重工の N と、はい、C は何だろう。200は 200π ですよね。はい。という感じになっております。そしてですね、私がわがままを言いまして、センタースルー仕様になっておりまして、こちらの穴からクーラントが出てくるようになっております。そしてですね、違和感にお気づきの方いるかもしれませんが、回転方向が逆なんですね。こういう向き。反時計回り。普通は時計回りなんだけども、反時計回りになっていると。これもね、ケロのわがままで、そうなっているんですが、後ほど解説したいと思います。そして、普段から、万葉ツールさんの方では、オーダーのホルダーを作っているということで、こういったですね、汎用品カートリッジ的なものを、普段から持っている、作っているということで、このカートリッジを、ここのワンオフのボディに搭載していることによって、臨機応変なホルダーの製作ができるということのようです。はい。で、こちらのテーパーとかも製作していると。はい、というわけで、こだわりのホルダーを万葉ツールさんに製作いただきましたが、万葉ツールさんとしてはですね、ホルダーにこだわるのも大事だけれども、ホルダーのセッティングにもこだわってねということで、こんなラインナップがございます。はい。ツールスタンド、そして、プルスタッドのスパナ、そして、プルスタッドのトルクレンチ。これは BT30 なんですが、BT40、50もそうなんですが、BT30 は特に、ここのフルボルトを締めることによって、ここのテーパーが膨らんでしまうそうなんですね。知ってました皆さん。私は知らなかったんですけれども、ここが膨らんでしまうことによって、ここが当たりが強くなってしまうという現象が起きてしまうそうなんですね。ここが緩んでしまうとトラブルの元なんで、強く締めがちなんですが、強く締めるとここが当たりが強くなってしまう。かといって弱く締めると外れてしまうということで、適正トルクで締めてはいかがでしょうか。そして、締める際に、こちらのスタンドをご利用いただければ、立てた時はね、ここにアプローチしやすいですし、横に寝かせた時も、ここにアプローチできるということで、非常に作業性がいいと。ご覧のようにですね、引っ掛けたまんま置いとけるぐらいに、ここのね、安定感が非常にいいと。この2面のところだけだとね、やっぱね、細いんで、それなりに気を使う必要があるんですが、結構がっちり当たると。これ横に動かないんですね。はい。はい、これはこっちも一緒。横に動かないので、浅いかかりでトルクをかけて、舐めてしまうっていう心配がなくてですね、非常に使いやすいヘッドになっておりますと。皆様ご検討いただいてはいかがでしょうか。安定加工の下準備ということでね。切削試験は、はい、こちら、アルミのブロック。たまたまですが、はい、193mm のものがありましたので、200π のフェースミルカットをするにはちょうどいいかなということで、こいつを面引きしていきたいと思います。使用いたしますチップはこちら、タンガロイさんのチップなんですが、
注目したいポイントとしてはですね、CCGT120408 ということで、こちらのチップはいわゆる旋盤の汎用チップ、様々なチップがここに載せれるというふうになっておりますので、はい、タンガロイさんの各種選索チップを用意いただきました。こちらを使ってですね、いろいろな材種にも対応できるというふうになっております。はい。ではね、まずはこちらのアルミプレートをこいつで面索してみたいと思います。ちょうど2キロぐらいですね。はい、というわけでね、加工する前から随分小うるさい注意点をね、つらつらと述べたわけなんですが、隙間を縫って目的を達成しようというワンオフのホルダーとなっておりますので、実際にね、作ってみて使ってみたいという方もですね、ここら辺は注意していただきたいと思います。はい。こちらのフェイスミル、なんて言うんでしょう、私がなんか権利を持っているとかそういうことは特にないので、万葉ツールさんに依頼して制作いただくことは可能です。はい。可能なんですが、注意点は守ってくださいね。回った時に他にぶつからないかどうかっていうのは非常に確認が必要です。そこら辺の確認は念入りに行ってください。というわけで加工していきたいと思います。ワークのね、サイズ的に X 方向で送ったら小さい径でいけるやないかっていうツッコミはあると思うんですが、ちょっとそれはテストピースということで、あえてね、幅広い方向を加工したいということで、Y 軸から送りたいと思います。はい。ではね、加工していきたいと思います。分回してますね。はい。ちなみに M04 が入っております。入ってるかい？ M04 入っております。逆回転仕様なんでね、逆回転の理由は後で説明したいと思いますが、逆回転でいきたいと思います。はい。はい。ご覧いただいております通り、センタースルー仕様となっております。K がね、K がでかいから、ちょっと妙な迫力がありますが、はい。回転数は796回転となっております。切削速度でいうと500。刃当たり送り100分の5。はい。では加工していきたいと思います。F80。はい。なかなか削ってる端から光ってますね。素晴らしい。なんせ2枚刃ということと台形であるということで、回転数がね、やはり遅いんで、切削時間は長くなりがちですが、狙うところとしては綺麗な切削面、ワンパスで綺麗な切削面を出したいみたいなね、要するに仕上げ用途、粗加工用途ではございません。仕上げ用途で使いたいなということで、今回200パイのフェイスミル作成しております。なかなか光ってますね。しつこいですけれども、やはりですね、でかい径を回すということで、それなりにやはり注意点、事故った時のパワーはすごくなってると思うんで、注意点は抑えてね、やりたいなと思います。時間はかかっている。時間はかかっているが、やはりここは仕上げ面を見ていきたいということで、はい。終わりました。そうですね、4分37秒。はい、では見ていきたいと思います。なかなかいい。はい、いかがでございましょうか。画面でどの程度映ってるかはわからないですが、結構虹面が出ているような状態となっております。はい、ちょっとね、出して見ていきたいと思います。反射してるからピントの位置が分かりづらい。これをピントの位置にするか。ここが OKOK。いかがでしょうか。なかなか綺麗に仕上がったんじゃないのかなと思いますが、鏡面というほどではないけれども結構虹面に仕上がってますね。はい。私の姿が映るとかっていうのはないです。ただこの一発加工で、このサイズを一発加工で BT30 でできるという満足感。
これは素晴らしいなと思います。ちなみに普通にね手持ちの工具50パイとかでやるとどうなるかっていうのを、裏面に用意してるんですが、はい、ご覧のような感じでね50パイのツールが12345みたいな感じでパス目が出ておりますので、小径でももちろん問題ない面速度でできるんですよ。できるんですが、日本の加工シーンではですねパス目のことを指定されること多いんですよね。できるだけワンパスで仕上げてほしいとかね。はい。それがどういった価値になるのかはちょっとよくわからんけれども、そういう仕上がりを望まれるお客さんも多いということで、これとこれを見比べたならば、やはり一発でいってる方が気持ちの良さはあるかなと思います。左回転の理由、逆回転の理由なんですが、まず正回転で使ったらどうなんやっていう話なんですけども、正回転で使った場合ですね、当然こういう回転方向になりますので、切り子を機械の奥側に飛ばしたいとしたらば、この位置にアプローチして、向こう側に送りをかけていくわけですね。ご覧のような方向に削り込んでいくわけなんですよね。こうやってね。はい。こうやって送り込んでいくときに、後半の方で、はい、リトラクトをするところまで送り込んでいくと、なんか近づいてきたぞみたいな感じで、はい、ここに接近してくると、はい、普通の正回転で切り子を奥側に飛ばそうとした場合に、これ常設のバイスなので、ここに近づいてくるのに毎回ドキドキするのは嫌だなということで、ここにアプローチして向こう側に送りたいみたいなね。一番最初にアプローチしたところでこいつにぶつからないっていうのを確認した後、こっちに送れば安全でやるよねっていうことで、逆回転であれば、ご覧のように逆回転であれば、ここにアプローチしてこっちに送った時に切り子が向こう側に飛んでいく。はい、こう削った切り子は向こうに飛んでいく。左回転の場合、こっちに送れるわけですね。こうやって送っていった時に切り子がコラム側に、機械の奥側に飛んでいくということで、はい、私、左回転にしました。どうでしょうか。はい、こちら。どうでしょうかね。なかなかですね。普段ね、そんな切削速度で200パイを回す気はないんですが、ちょっと興味本位でヒントあったかな。はい。こちら若干ね顔が映る程度になってきたなという感じですね。ちょっと映ってますよね、指がね、こうやって見ると。普通に削っただけなんですが素晴らしい。はい、というわけでこちらのアルミの板、面作してみました。はい、非常にね光沢のある仕上がりになっております。誰だか判別できない程度の映り込みは得れたかなと思います。はい、鏡面とまでは言っておりません。ちなみに材質はアルミの A5052 となっております。はい、こちらのワンオフカッターでね、200パイのワンオフカッターで行いましたと。冒頭の方にね、チップ結構たくさんあったやんみたいな、やらへんのかいというところなんですが、同じような絵面がねいっぱい並んでしまうのもあれかなと思って、鉄、ステンレス、チタンあたりを面作しても動画の尺が間延びしてしまうなということで、こちらのね別種の材種に関しては、私最近ショート動画をねアップロードしておりますので、そのショート動画でね端的にまとめてちょっとレビューしたいなと思います。はい、ぜひねそちらも見てください。はい。で、今回ですねこちらのワンオフのホルダーフライスカッターを作っていただきました万葉ツールさん、どんな会社なんかっていうところをちょっとご説明しておきたいなということで、こちら並べさせていただいております。はい。結構老舗のホルダーメーカーさんなんですが、意外と皆さん使っているかもしれないこのアーバーとかで、このいわゆる BT シャンクと一体型のこのヘッドをつけるタイプのアーバーのラインナップが結構たくさんありまして、ここのね長さ直径とかがねBT30 非常にラインナップが少なかったんですが、万葉ツールさんいくつかラインナップがあったということで、
買わせていただきました。はい、見ていただくとね、万葉ツールさん、その汎用ツールを作っているメーカーさんというよりかは特殊ホルダーを作っているメーカーさんというところで、皆さんご認識いただければなというところで、こちら並べさせていただきました。はい、こっち特別対応というよりかはどっちかというとこっちが本業らしいです。はい、台形のフェイスミルを作るということではございません。特殊ホルダーを作る方に特化したホルダーメーカーさんということで、その魅力をねちょっとお伝えしていきたいなと思います。はい、でどんなものができるのかというところで、一番ひときわ異彩を放っているのが、はい、こちら超特大コレットとかを作れる技術力を持ったメーカーさんということで、その他ホルダーとかねいろいろあるんですが、例えばこれなんかはこのように伸縮式となっておりまして、裏面取りとか立体面取りとかをするときに、こいつが伸縮することによって割とラフなプログラムでも立体的な面取りができるっていうやつのショートバージョンとロングバージョン、はい、がありますよと。はい、オーダーで作ったのか、これは汎用品として作っているのか確認不足。そしてこの伸縮式の機構を利用して作ったのがこちらの、はい、こちらのホルダー。こいつだけ BT40 なんですけど、万葉ツールさん BT30、BT40、BT50 特に問わず、製作することができますので、こちらは BT40 になっております。はい、こちらも伸縮式となっておりまして、ここにねダイヤの砥石が乗っかっているということで、素材に例えばこういう素材にアプローチして、このスプリングの力で押し付けて、面を研磨するというようなツールをお客先の要望に応える形で、作っている特殊品となっております。はい、その他もろもろ非常にマニアックなんですが、これなんやねんみたいな、これなんやねんみたいな、ここにね旋盤用のチップが2枚載っておりますが、これは多分ここにポケットがあって、ここにグッとね盗みを入れるための穴底に盗みを入れるためのツールとなっております。こういうのも言うたら、そういう汎用ツールで一生懸命ねちま削ろうと思えば削れると思うんですが、その加工をするためだけの特殊なツールを製作することで、量産工程においてリードタイムの短縮につなげたりとか、あるいは品質が出しやすくなるとか、そういったところで特殊ツールを作っていると。はい、これは割とシンプルなものなんですが、見せていただきましたら2段ボーリングかつ面取りと単面仕上げみたいな、2段ボーリング2種面取り単面仕上げみたいな 4工程をワンストロークで1つのツールで加工できるようなものとかも作っていると。はい、そして、若干汎用品寄りになるのがこちらのすり割りカッターとか。はい、これもすり割りカッターなんですが、このアーバー自体はこの汎用品のアーバーなんですよ。この汎用品のアーバーにアタッチメントをつけることでサイドカッターを取り付けれるやつが汎用品として販売されていると。はい、これ何がいいのかと言いますと、ホルダー全体の突き出しを短くかつ直径も太いということで、サイドカッターって割と合成が不足しがちなんですが、非常にコンパクトなパッケージにまとまっていてですね、使いやすいというようなものを作っていたりとか、こちらのねフェイスミルカートリッジ式になっておると言いましたが、こちらもフライスカッターなんですけども、こちらもカートリッジ式になっていると。はい、これも旋盤でよく使われる汎用チップを載せることができるカートリッジとなっております。これもねワイパーチップがないので、ビビりにくいカッターになっているというふうに聞いております。ワイパーがないということで面速度、送りをね上げると面速度が荒くなりがちなんですが、ビビりにくいので仕上げを確実に行うという点で送りを落とせば綺麗に仕上がりやすいというところで、非常にいいんじゃないでしょうか。このねカートリッジ式を利用することによっていろんな設計に対応していてですね、非常に困りごとを解決してくれるホルダーメーカーさんとなっております。はい、で私個人的にこのホルダーとかをオーダーでね作ってもらったらどのくらいの価格になるのかなっていうのをちょっと見積もりいただいたんですが、意外と高くない。はい、オーダーホルダーってなんかすげえ高そうなイメージあるじゃないですか。なんかこんなん作っても20万ぐらいするのかなみたいな思いがあるんですが、全然
全然そんな値段ではなく割と安価ということで、こういうのとかこういうのとか一度お問い合わせいただいてはいかがでしょうか。そして今回の動画で作成いたしましたこちらのフォルダーもなんとか重工の動画見たんだけど欲しいんだけどみたいなことをですねアプローチいただければ制作いただくことも可能ですと。ただ注意していただきたいのはこれ逆回転仕様なんで、なんとか重工のケロが使ってたやつと同じやつ作ってくれっていうと逆回転仕様になってしまいますので、なんとか重工のケロが使っていた正回転のやつをくれみたいな、オーダーをしていただければなと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。